はい、それでは最後のレッスン、座る瞑想。で、大体世の中で瞑想とは座っていることと思ってますけど、ヴィパッサナの世界でそうじゃないんです。自己観察が瞑想なんです。だから、一番最初に物を動かすところからも、正真正銘の瞑想をやっていたんです。ただ、やりやすいところからどんどん難しいところまで進むだけ。難しいっていうのは集中力が必要し、忍耐力が必要になるし、もうそれだけのことなんですね。だから結構集中力、忍耐力は座る瞑想には必要なんですね。座る瞑想こそ王様が天皇陛下ではないんです。まあどちらでも平等で瞑想なんですね。でもある程度で座る瞑想もしなくちゃいけない。バランス整って歩く瞑想と座る瞑想両方しなくちゃいけないんです。座る瞑想の時間っていうのは初心者は30分やってほしい。で30分も難しいならば、まず歩く瞑想を繰り返しやったら、座る瞑想できるように体が調整します。それで30分は座れるようになります。はい、これは基本的なところでは、座る瞑想の順番で説明していきます。座る瞑想の場合は動かないんですね。しかし動かないんだけど体は動いているんです。歩くたすみたいな動きはないんだけど体が動いているんです。体が動いているということは、この細胞たちが伸びたり縮んだり伸びたり縮んだり伸びたり縮んだり、これを生まれた瞬間から、お腹の中で生まれた瞬間から起きてる出来事なんです。お腹に最初に生命が現れた時、細胞1個だけ、その1個の細胞も伸び縮みにやっているんです。だから生きてるか死んでるかっていうチェックする方法っていうのは、動いてるかないかなんです。なんで動くのかというと、何か苦しみがあるんです。だから動かすにいられないんです。だから苦しみを生命を生かしているんです。はい、ですから座る瞑想する前にこのレッスンになるまでやります。第一、ストップモーションというんです。ストップモーションというのは、体が置物のように止めてみること。立っているよりは座っている時、それやりやすいんですね。こうしっかり座ってできる範囲で背筋を伸ばして目も閉じてストップモーションするんです。こういうふうにほんのちょっと皆様に見せます。はい、このようにストップモーション。置物のように体を止めておく。これ、ちょっと難しいんです。だから、もう一つ裏技があるんです。で、こうやって体を止めてから、体止めてやるという気持ちではなく、体の感覚を感じて放っておきます。なんでストップモーションするのかさせるのかというと、難しいでしょという納得のためなんです。動いた方が楽でしょ、動かないと苦しいでしょという合意に達してほしいんです。だからストップしてこういうふうに、これでいかに大変難しいのかと理解してください。その目的です。そこでそれでもやらなくちゃあかんでしょ。裏技があるんです。こうやって座っていて
足の裏から頭のてっぺんまでの感覚を感じて放っておくんです。こういうふうに見えませんよ、感覚を感じて放っておくことは。こういうふうに感覚を感じて放っておく。感覚を感じる場合はこの座ってる姿をね、イメージで出てきて、誰にだって脳の中でマップがありますからね、体のボディマップがあるんですよ。だから座ってるボディマップが脳の中に現れるんですね。このボディマップの中で感覚がある。感覚を感じて気にしないことにする。反応しないことにする。生きることは感覚に反応することです。痛くなったらすぐ薬、足を崩す。痒くなったらかく。お腹が空いたっていうのは感覚ですよ。お腹が感覚出てら食べる。喉が渇いたっていうのは感覚でしょ。飲む。だから感覚が出るたびに反応するんですよ。誰だって犬猫でも。これがただのどんな生命の生き方なんです。チョイスした生き方じゃないんです。そこでこちらでは一切生命が感覚に反応する。痒くなったら嗅ぐ。痛くなったら体崩す。あるいは怪我などの痛みだったら、人間だったら手当てをする。反応するんです。ウイルスに感染したら体が反応する。だから命はそういうこと。感覚に反応する。ウイルスの場合は感覚反応できなかったら死にます。はい。それで今度はなんで感覚に反応するのかという、感覚そのものがあんまり面白くないんです。例えばかゆみって超面白い。足が痛くなったらすごく面白い。足がしびれたらどんな感覚も気持ち悪い感覚なんですよ。一緒でもこの感覚が早く終わってほしいと思っているんです。だから反応したらすぐ変わるんですよ。人間それ理解していないんです。人間っての生命っていうのはこの感覚を変えて変えまくっちゃうんです。いくら変えても新たな感覚が生まれる。A っていう感覚を変えたらB っていう感覚になる。B っていう感覚は気持ち悪いんだから C っていう感覚に変える。C っていう感覚は気持ち悪いんだから D っていう感覚に変える。D っていう感覚は気持ち悪いんだから A っていう感覚に変える。A っていう感覚は気持ち悪いんだから B っていう感覚に変える。それでサイクルが出来上がっちゃうんです。本当は ABCD ではなくて ABC だけミスです。A の感覚から B の感覚、B の感覚から C の感覚、C の感覚から A の感覚。だから感覚はミスです。ドゥッカ、スカ、ドゥッカ、オペッカっていうパーリ語でね、空楽、風空、風楽っていう。回転していく。どこまでやるのかと。だから輪廻転生は無限に起こるんです。ここで我々は生命の法則を破ってみるんです。こうやって座っていると、右膝には痛みがあるんですね。放っておく。足を崩さない。なんか背中にかゆみがありますね。まあいいや、放っておく。なんか左足がなんかしびれたような感じがする。まあ、放っておきます。っていう感じで放っておくんです。そこを2、3分やってみてください。ストップモーション。感覚を感じて放っておく。そこで
パスワードが現れます。放っておく。この放っておくことは宇宙全体の生命法則に対する違うこと、この法則を破ることなんです。すべての生命が神々であろうか、地獄の生命であろうか、悪魔と悪魔のグループであろうか、誰だって感覚に反応するんです。それで輪廻転生してるんです。知恵のある人は感覚に反応しないっていうことにするんです。かゆみが出たら放っておくんです。痛くなったら放っておくんです。だから精進しないとね、芯が強くないとできないんですね。そこら辺はレッスンで出てきます。そこでこの放っておくことは無執着というレベルまで上がるんです。無執着になったら悟っているんです。だから悟りの秘密、悟りの鍵、悟りのパスワードは放っておくことなんです。はい、その2つやってみましょう。で、次に瞑想には入ってみる。瞑想に入ってみることはこういうふうに座って体固定して感覚を感じて放っておく。それから実況中継します。座ってます感じています、座ってます感じています、座ってます感じていますと頭で実況してください。はい、では順番で言います。まず1分ぐらい体ストップして感じてみてください。1分2分ぐらい。大体私の個人的な判断では3分ぐらい時間時計合わせて3分ぐらい止めておく。それからもう大変だこれはと分かるんですね。それでもう一度3分つけて感覚を感じて放っておくこれは。この痛み放っておくと。また3分やってみる。それ終わったらもう一度3分実況中継もする。感覚を感じて放っておいて、それは実況しない。それから座ってます感じています、座ってます感じています、座ってます感じていますとこのストップモーションやってみてください。そうすると 3×3 は 9分になりますね。それが座る瞑想に必要な準備です。それで知恵で言えば体がスーッと伸びたり縮み、伸び縮み、伸び縮み、伸び縮みやってるんです。歩いたっても伸び縮み、走ったっても伸び縮み、寝ても伸び縮み。細胞には他の動きはできません。回転する細胞ないでしょ。でも我々には体回転することできますね。でも細胞は回転しませんよ。細胞は伸び縮むだけ。はい、なんで伸び縮みがあるのかというとこの細胞一個一個の中に感じられるという能力があるんです。エビリティがあるんです。センシティビティという英語で言えばあるんです。このセンシティビティ、感受性っていうのは命なんです。命の定義は仏教ではそういうふうにあるんです。パーリ語ではサンニャですね。サンニーと言うんです、その場合は。サンニーっていうのは命があるということで、センシティビティ。あまり英語、日本語にならんですね。感じられる能力。感受性という単語もありますけどね。だから物質に感受性があるんです。命です。それで
感じることをありがたいというとありがたくないね。だから動くんです。もっといい感覚ないの、もっといい感覚ないのと下がっているんです。すべての生命は赤ちゃんからもっといい感覚ないのと下がっているんです。それが生きることなんで。ということは、あなた今の感覚気持ち悪いでしょなんです。それでいい感覚、赤ちゃん、子供だったら走ったり、なんとかなんとかやったりして、でもすぐそれやめて別な感覚に行くんで、子供の場合、よくあるでしょ、1分2分もじっとしていられないんですね。何かやる。それやめてまた何かやる。子供も一緒でももっといい感覚ないの、もっといい感覚ないのと死ぬまで下がってるんで。ということは一緒だって現在感覚では満足していないんです。ということは一生満足する感覚を感じたことはないんです。ということは生きることは不安であって苦しみなんです。それは心理第一。すぐ経験できます。ストップモーションやってみてください。ストップモーションの瞑想は、例えば続けて15分ぐらいやってみたら、ものの見事に生きることは苦であると分かるんです。だからそれに執着する。我が輩は何としてでも200歳まで生きてやるそうと思わないんです。苦しみたいっていうインタープリテーションでしょう。翻訳すると生きていきたいとは苦しみたいって意味なんです。それは経験したいとは悟りに達します。頭で分かっても悟りに達しません。はい、説明は長すぎ。はい、それ終わったら本格的に座る瞑想に入ります。座る瞑想の場合はまず座り方ちょこちょこっと説明します。マジ難しい。ちょっとお尻をちょっと高い位置にするんですね。例えば、今私はこういうふうに座布団使ってますね。もうこの座布団の高さ、これぐらいでも十分ですけど、あるいは何かモデルサンプルないんですかね、腰掛けの。例えば座布団が禅寺でやってるこういうものもあるし、これ高いもの場合、これはちょっと薄すぎですけどね、これもあるし、またテーラワード会でこういうものも作ってありますね。これはちょっと硬いんだけど、これで座ったらちょっと高い位置になるんですね。その方が楽に座れるんです。それで座る場合はお尻全部ではなくて座骨で座るんです。でカメラで見えませんだけど、私は座布団のほんのちょっとで座ってるんです。座布団そのままで座骨で座るんです。座骨で座ってでちょっと骨盤だけ前にこういうふうに倒しておくんです。倒してから座骨で座布団につけて置いておくんです。足は自分好きなように合わせてください。組める方は組んでください。組めない方々は合わせてください。しかし膝が床に触れる必要があるんです。で膝がこういうふうに上がっちゃうとすごく苦しくなるんです。今言ってる長い時間少ない苦しみで座る方法なんです。はい。それ終わったら手も置いて、まず背筋を伸ばす。実況中継でお尻から伸ばす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 。背筋をまっすぐ伸ばす。
伸ばしてから背中に頑丈な板張ってるような気分になってください。背中に頑丈な板張っていて、こんな感じでこうならない、こういうふうにこれ板張ったような感じになってから、ちょっと胴体を倒してみます。ドケンと倒す、こんな感じで倒してみるんです。これ 2,3 回やってみた方がよろしいと思います。倒す。で次、胴体をこういうふうに倒してから実況します。胴体倒しても首がまっすぐ、背中がまっすぐ。目を閉じます、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 閉じますと、お尻の方がちょっと痛くなるまでやるんです。目を閉じます、閉じます、閉じます。でお尻の方がちょっと胴体の重さが感じるんです。感じたらこのままゆっくり超スローモーションで上げる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 、止める、固定します、固定します、固定しますと固定するんです。止めるっていうかちょうどいいところに来たら固定します。止めます。止めて固定します。目は閉じたまんまで。固定しますって言った瞬間からストップモーションです。全く動かないんです。今私喋ってますから動いてますけど、こうやって固定しますって言ったら終わり。動かない。起きるもの。次深呼吸するんです。背中に板張ってるんでしょ。だからどうやって深呼吸するんですかね。やり方があるんで、このお腹のあたり風船のようにするんです。おへその周り風船のように、風船膨らましちゃう、風船を縮む、そんな感じでやるんです。それで深呼吸、実況中継はでやりますので、実況しながら吸います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 、実況すると吐きますになるんですねなんか変ですね。じゃあはい、これで私は2回深呼吸したんです。結構時間かかったね。2回いっぱい吸って全部吐き出しちゃったんです。だから体はちゃんと固定して背筋を伸ばしてるんだから、結構ゆっくり吸います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 ってお腹をずっと膨らまって、体は動かないんでしょ。ここで動いたっても衣に隠れていてお腹見えない。で吐きます吐きますってこうやってもう全部吐き出しているのに体動かないんです。そうやって皆様のマンダリンの言葉では腹式呼吸というねことになるんです。お腹は膨らませて縮まってお腹風船です。という感じで深呼吸するんです。だいたい私には2回もあれぐらい時間かかったんだから、3回4回行ったらちょっと時間かかりますよ。まあ3回4回程度でやってから深呼吸やめて、このままで体を動かさないで待ちます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 と実況する。で感じるんです。膝、お尻、足、背中、お腹、
首、頭感じるんです。待ちます、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 待ちます。次にお腹を感じるんです。実況は待ちます、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 待ちます。そこでお腹の中に膨らみ縮みがあると見えてくるんです。風船の経験もありますからね、おへそあたりでなんか膨らんだり縮んでるんです。それで自分が何もやらない気持ちで待ちますっていうのはそういう意味なんで、あんた待ちなさい、何もやるなよと。ただ置物のように待ちなさい。それで命をチェックしなさいと。置物になってみたらお腹が膨らんだり縮んだりする。それ第三人称で実況します。膨らみ膨らみ縮み縮み、膨らみ膨らみ縮み縮み、膨らみ膨らみ縮み縮み。そこで膨らみ始めると膨らみ膨らみ膨らみ、縮み始めると縮み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 。膨らみが長いんだったら膨らみ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 、縮み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 。短いんだったら膨らみ縮み膨らみ縮み。そんなのはどうでも自分には関係ないんです。自分が何もやってない。待ちます。自分がウェイティングというモードにいるんです。ウェイティング、待ってるだけ。お腹やってることにはもうどうった責任はないんです。だから膨らみ縮み膨らみ縮み、短いんだったら、長いんだったら膨らみ膨らみ膨らみ縮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 みを実況してください。時々お腹っていろんなことやりますよ。膨らみ膨らみと待っちゃうんですね。それからだって言ってください。膨らみ膨らみ止まってる止まってる縮み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 止まってる止まってる膨らみ膨らみ膨らみ止まってるとか、止まってないんだったらそれでいいんです。もう無責任状態で、修行者は責任持てない、待ちます、ウェイティングというモードでいるんです。そこで生まれて初めて肉体を客観的に見られます。そこを覚えておいてください。膨らみます縮みますという単語を絶対使わないでください。第一人称になっちゃうんです。そこで新たな問題が出てくる。今まで止めていたこの妄想の世界、熱想の世界、幻覚の世界、まだまだありますからね。保管してでたらめの記憶としてインチキ記憶倉庫まだあるんです。だから膨らみ縮み膨らみ縮み言ってると雑念が割り込むんです。割り込んだ途端3回妄想妄想妄想と言ってから膨らみ縮みじゃあちょっと実際やります。そこで膨らみ縮み膨らみ縮み膨らみ縮み妄想妄想妄想膨らみ縮み膨らみ縮み膨らみ縮み妄想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 出たらできなかったら膨らみ縮みそこですぐやってください。妄想すぐしてください。それでストップモーションモードでいるんです。置物モードでこれで 2,3 分4分5分経つと痛みが出てくるんですよ。いくら正しく座っても肉体には痛みは本来の感覚だから出ます。だけどどこかが痛くなったら放っておくんです。例えばここら辺痛くなったとしましょう。この右膝の方で
膨らみ縮み膨らみ縮み膨らみ縮み、痛くなってきましたね。それで痛み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 と実況するんです。まあ別にそれぐらい痛みはと思ったら、膨らみ縮み膨らみ縮み膨らみ縮みって言うんです。またやっぱり痛みが気になるんだったら、痛み痛み痛みと言うんです。その時でも痛み痛み痛みでさすれん割り込むね。さすれん割り込んだら、妄想妄想妄想、痛み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 、痛みが終わったら膨らみ縮み膨らみ縮み、危険なのは妄想です。こういうふうにすると痛みはまあできますね。それで膨らみ縮み膨らみ縮み、なんか背中の方で痒くなってくるんですね。あるいはほっぺたの方で痒くなってくるんです。私の場合はどうしてもほっぺたの方痒くなるんですね。だって嗅ぎやすいんだからね。痒くなったら何のことなく、かゆみ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 、放っておくっていうことはキーワード。かゆみ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 、さすれが入ったら妄想妄想妄想、かゆみ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 、膨らみ縮み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 膨らむ縮み、またかゆくなったらかゆみかゆみかゆみ、気にしないでください。かゆみが皆様を脅す場合もありますよ。まあ痛みは我慢できるんだけど、かゆみは我慢できないんです。イライラするんで、脅しですよ、悪魔の。気にはしない。それでかゆみは動くんです。例えばここら辺かゆくなっちゃって、じり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 、そういうふうになってくるんですね。怖くなります。虫でも入ってるんじゃないかなと。アウト。かゆみが動いたら別にかゆみ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 とかそう言ってやればいいんです。動いてるところ、まあ動いてる動いてる、かゆみが動いている、自分が実況するだけ。怖くなったらあかん。そこでしびれたらしびれしびれで言ってください。あったかくなったら、だいたい 2,3 回繰り返して瞑想するとあったかくなったりもします。暖かくなっている。まあ仏教用語だったらターポーと言うんですけど、熱、まあ熱を感じている。まあ熱を感じている。だから冷えたらもう熱なんです。まあ冷えても熱なんです。だから熱が内向きだったらね、あったかいって言うんです。熱が外向きだったら冷えてるって言うんです。矢印の方向なんです。もともとは熱なんです。熱を入るとあったかいという、出ていくと冷えていると言うんです。だからまあ冷えてると感じたら冷えている冷えている冷えている、寒いと言わないでください、第一輪唱。暑いと言わないでください、第一輪唱。熱を感じている、熱を感じている、日焼けを感じている。どちらでもさすに割り込んだら妄想妄想、それは先に処分するんです。妄想は自分が作った化け物ですからね。熱やら日焼けやら自分が作ったものじゃないんです。これは宇宙法則です。それは観察するんで、実況中継するんです。そうやってると時々なんか体が軽くなったり感じるんで、なんか軽くなって、軽くなっている、軽く感じている、軽く感じている。それはこの地水火風の風の現象に心がいっちゃうと軽く感じるんです。これは自己コントロールできないんです。心は勝手に負の現象をチェックしちゃうと体が軽く感じるんです。
時々体がもう今の体重よりは20倍、10倍ではなくて2倍、3倍重く感じるんです。20倍感じません。なんか体重が2倍になったんじゃないか、重く感じるんです。あれは心が土の元素を認識しているんです。パタビーを認識しているんです。その時は私たちはパタビーかどうかわからんだからね、地水かどっちわからんだから、重く感じていると実況してください。硬く感じていると実況してください。時々な体がぐにゃ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 するように感じる場合もあります。しかしストップモーションでよ、じーっと止まっていなくちゃあかんです。じーっと止まっているんだけど、なんか体がぐにゃぐにゃ、なんか動くように、あれは風の現象なんです。だから心はわがままで風を認識しているんです。そうすると修行者がなんか体が波を打っているようにと感じるんです。そうするとなんとなくその適切な言葉でゆらゆらしているとかね、揺らぎを感じている、なんとか言ってください。でそんなふうに起こる出来事を全部実況中継していくことで大体30分ぐらいで、30分ぐらい終わってから瞑想は座る瞑想を終了するんです。瞑想の終了は悟ってからなんです。座る瞑想を終了するんです。深呼吸するんです。吸います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 、吐きます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 、終わります。吸います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 、吐きます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 、終わります。吸います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 、吐きます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 、終わります。目を開けます開けます開けますと終わるんです。座る瞑想終わった。それからまた瞑想始まりますよ、別数に。足を上げる上げる上げる、立てる立てる、腰を上げる、立てればいいんです。立てばいいんです。立ってからちょっと5分ぐらい立っていて、立ってます感じています、立ってます感じています、立ってます感じています。それから歩く瞑想に行くんです。歩く瞑想は1時間。そういうサイクルでいくらでも1日でも瞑想はできるんです。その間でご飯食べるわ、トイレに行くわ、お茶飲むわ、それもやります。全部瞑想中、修行中、全て実況中継でやるんです。そういうことで瞑想のフルバージョンになります。で上達したら知恵の世界現れてくると、個人的なアドバイスする必要ある場合もない場合もあります。誰だって最初に物体と感覚っていうのは明確に分かるんです。命っていうのは物体があって感覚機能があるんだと、感じる機能があるんだと。これは名識分離知恵というんです。その人には我が輩は生きてるんだということは消えているんです。なんだこれ、物体に感覚あるだけでしょうと。だからそこで誤解しない。俺が悟ったと。だって自我で見てないんだから、それは第一ステップで名識分離知恵なんですね。これ知恵なんです。さらに同じく実況中継しなきゃいけないんです。それで実況中継すると、物質は物質の勝手で因果法則で動いていることを見えてくるんです。感覚は感覚の勝手で因果法則で動いていることは見えてくるんで、それから物質と感覚が合体して勝手な因果法則で動いてくることは見えてくるんです。そうするとただの因果法則でやってることで、なんだこれやとお手上げやっていう感じになるんです。誰かがやってることじゃないんだと。例えば足がじーっとこうやって組んでいると、ここで物質があって圧力がかかっちゃって感覚が痛く感じるんです。それだけ。これで圧力が減っちゃうと痛みは減っていく。なんだこれ、それぞれの因果法則やと分かると次のステージの知恵なんです。これは、
なんて言いますか、カンカービタラナって言うんですけどね、あまり一般的には説明しないんですからね。で、カンカー、疑惑がなくなるということは、真理は全て因縁によって成り立つものであって、一切の物事は大宇宙であろうか生命であろうか、それが真理で、だから世にある全ての哲学は嘘です。それ発見してないとやっぱり義があるんですね。〇〇さん言ってることも一時あり、この人言ってることよりも一時あり、神様いると言ってるんだから、もしかするといるかも。神の名前あの連中アッラーと言うんだから、もしかすると神の名前アッラーかも。イエホワターと言うんだから、もしか義ばっかしなんです。全て言います。宇宙は一生始めただろうとかね、関係ない因果法則です。ビッグバンの前どうなったのかと因果法則で知ればれば、だから因果法則やと分かった人には何の義もないんで、そうすると私の義が消えちゃったんだから、ブッダの教えは死んでると分かったんだから、やっぱり悟ったと勘違いしないでください。それからなんです。でも夜化の条件もどんどん現れてくるんです。はい、そこ知恵のステージはこの2つを止めます。それからすごい集中力で瞑想すると、膨らみ縮み膨らみ縮みってあっても、現れては消える、現れては消える、現れては消える、痛みが現れて消える、現れて消える、痛みではなくて痛みのチェーンなんです。丸い痛みじゃないんです。例えば膝のところ痛くなってる、これ痛みのチェーンなんです。痛みと膨らみで言っても、膨らみではなくて膨らみというチェーンでなんですね。でそうやって刻々とっていうんですかね、見えてくるんです。膨らみで言っても、もうちっちゃな膨らみがダララララと起きていて、恐ろしい速さで起きているんです。痛みってやっても恐ろしい痛みの波が生まれているんです。波って言っても我々は紙で書く波じゃないんです。点で波書かなくちゃかんです。点だからそれは消滅知恵と言うんです。だから生じて滅すると、その時はあまり言葉使えなくな、あんまりも早いんだからね。だから普通に膨らみ縮みで状態を保つ方がいいんですね。それでじわじわと悟りには達します。で悟りに達したっていうことはもうこれは個人的に分かる、あれば違うんだから、あまり公の瞑想レッスンではちょっと言いづらいんですね。自我がないってことは明確に分かる。やっぱり自我がないんだと分かったらね、体験で私はいないんだと、昔も今もこれからも、これ体験で分かったことは悟りの境地なんですね。頭で分かることは大したことはないね。そのうち忘れますからね、すぐ自我ありますからね。あるいは熱そう分かった人、頭の中でもう一通りすくって幻覚にいるんだと、今まで幻覚にいたんだからと、なんだこれやと、幻覚そこらへんとっていう納得にいったら、それも夜から悟りない。だから個人差がありますね。はい、そういうことで瞑想を行って頑張って幸福になってみてください。
幸せにはなります。悟りに達しなくたっても能力が向上してすごく明るく生きられて、心には罪がなくて悪がなくて、いつでも善の心でいられて、ものすごいもう楽しく生活できるんです。瞑想はうまくいかなくたっても死後は天国には行きます。もう無理にでも地獄に落とすことはできません。というわけで、どう見たっても副作用ない瞑想なんですので、ブッダの瞑想を頑張って皆様幸福になっていただきたいと思います。ありがとうございます。さっきの待ちます待ちますっていう時は呼吸とかを普通にしてても大丈夫なんですか？呼吸は気にしないんですね。呼吸は放っておくというのはあった。呼吸は放っておく。呼吸を放っておいて、待ちます待ちます待ちます。だからこれ言ったら深呼吸やめて、待ちます待ちます待ちます。深呼吸を止めてやめて息を止めてるわけじゃないですね。深呼吸やめるだけ。窒息した人が出てきそうだ。それから先ほどその寝る寝ることは瞑想にならないって話だったんですけど、最近やっぱそのコロナウイルスが流行ったりして、寝込む人は結構多いと思うんですけど、日常の中で寝込まざるを得ない人は多いと思うんですけど、寝込まざるを得ない人はどういうふうに瞑想すればよろしいですか？普段瞑想する経験がある人にはできるんだけどね、しっかりと瞑想できる人ならどうしても横にならなくちゃいけない場合でも瞑想はできます。その時の感覚を実況するだけだから、横になったらもう感覚はいろんなものになっちゃうんだから面倒くさいんですね。だから一つ選ぶ。例えば足は感じる、お尻を感じるわ、背中を感じるわ、首を感じるわ。だからもうバラバラいろんなものを感じちゃうんですね。一面倒くさい。だから一つ選んでその感覚を実況中継するんです。お腹感じてるんだったら膨らんでる、縮んでるし、あるいは呼吸感じてるんだったら吸ってる吐いてる吸ってる吐いてると実況すればいいんです。サッベテワジャントサッバロゴイナセトマテバワトアンテラヨスキディガユコバヴバウトサッベマンガランラカントサッベデヴタサッベブッダヌバーヴェナサッベダンマヌバーヴェナサッベサンガヌバーヴェナサダソッティバワントテアビワデナシリセニチャンバッダパチャイノチャッタロダンマバッダンティアイワンノスカンバランアユラロゲサンパティサッガサンパティメヴチェアトニンバナサンパティイミナテサミンジェトゥ